おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、アクリル絵の具で、写実風に描いてみたという動画でございます。こちらですね。私もなんかいろんな動画を見てみたりしたんですけど、案外人物ってないですよね、見てると。で水彩はちょっとあるんですけど、アクリルっていうのがあんまりなくて、これはちょっといいかなっていうのと、昔に、もう結構前ですけど、半年ぐらい前に、人物でアクリルで写実的に描く方法はないですかっていうことで言われていて、すみません、大変遅くなりました。ようやく作りました。でもう最近なんかこう見てるとめちゃくちゃ桜を描く動画多いですよねめちゃくちゃ多いなと思って、もうちょっと僕もその波に乗っかろうかなと思ってるんですけど、一応これも、背景は桜の木なんですけど、花がないというね、またひねくれとんなこのおっさんっていう感じでしょうけども、で、またよう見てるとすごいですね。皆さんもやっぱりお上手だからこう簡単に描けますみたいなやつってめっちゃ多いんですね。あんまり僕もそこまで見てなかったから、ここ 2,3 日ちょっと見てみたら、あるわあるわ。皆さんすごい特に水彩ですかね、描けるんやなと思ったんで、これに関しては簡単ではないです。めっちゃ難しいですっていう動画です。残念でした。はっきり言ってしまうと、簡単に描けるということは、多分その先生方はそれ以上の技術を持っていたり、例えば展覧会になるとそれ以上のものを出してくるわけですよね。ということは、皆さんがその簡単に描ける動画通りやってもプロにはなれないはずですよね。というふうに逆算できます。で、私は皆さんに、こういう動画をお見せしようと思うのは、これはめっちゃ大変です。私が今まで作ってきた油絵の本格版と並ぶぐらい大変だと思ってください。ただ、ルネサンスの頃のサンドロ・ボティチェリであるとか、ウィーン幻想派と呼ばれる、ルドルフ・ハウズナーとかね、そういった作家さんがいるんですけども、の混合技法という技法があります。日本だと何人かその分野でのすごい先生方おられるんですけども、その混合技法的に、写実的に描いてみた。もうぐちゃぐちゃですよね。だからちょっと本格版だと思います。で、本当にもうデテールを見てもらうと分かる通り、もう最後はなんか K みたいなのがむやみやみやと書いてあるような感じになってます。ぜひですね、皆さんこれぐらいのクオリティを持って、鬼好評に送ってくる人お待ちしております。その時はケチョンケチョンに言ってやろうと思いますのでお待ちしてます。では本編を、それでは解説をしていこうと思います。これはですね、キャンソンボードを A3 をB3 を、半分に切って B4 にしておきました。で、それにジェストの黒と白を、白が2に対して黒1ぐらいかなをまた水で溶いたものを薄く溶いて、2層ぐらい塗っておきました。グレーの下地を作っておきました。それにジェストの黒で、輪郭線をなぞっていってます。形はですね、これ転写してます。多少は変えてます。多少はですね。でもう今回の技法というのは非常に難しいと思います。私も実はこれ若い頃この技法を使ってやっていたんですが、今はやっておりません。今から12、13年前に出した油絵の本は、テンペラでハッチングとかやっているんで、その時ぐらいまではやっていたと思いますが、もうやらなくなりました。なんでって聞かれても困るんですけども、非常に細かい仕事をちまちまやりたい人は向いております。どっちかというとそういう方向でもなくなってきたからというところかあるかもしれません。でですね、僕はやっぱりいろんな作家さんのやっぱりマネじゃないですけども、やっぱりいろんな作家さんに憧れてですね、例えばアンドリュー・ワイエスなんていう人は、テンペラ絵の具でハッチングというのをしています。一般的にはハッチングというのはこういうふうに暗いベースの上に、明るい色で描いていくような感じがあります。例えばサンドロ・ボティチェリなんていうののテンペラ画とかっていうのは緑土テールベルトというのを下地に引いておいて、それに白色でを中心とした色でハッチングをしていくんですね。
でテンペラ絵の具というのは乾きが早いので、グラデーションをつけるのが非常に難しいと。油絵の具とのように乾きが遅くてグラデーションをつけやすいわけではなくて、非常にグラデーションをつけにくいので、明るいところをハッチングで、何層も重ねて、暗いところは下地を利用しつつっていう下地の色を利用しつつというふうに描いていく技法です。でルネサンス以降そのテンペラ絵の具というのは衰退してはいくんですが、20世紀に入って、ドイツの画家ですねルドルフ・ハウズナーっていう人が、結構それをうまいこと利用してまた描いていったり、アンドリュー・ワイエスはカゼインテンペラっていうんですけども、水彩であったり、カゼインテンペラであったりといういろんな画材を駆使して描くようになりました。日本だとですね、大谷秀夫先生という先生が、私も東京芸術大学の技法材料研究室の先輩でありますが、第一人者ですね、ハッチングをしてグレーズをしてっていう方法をとります。でそれの簡易版と言ってもいいでしょうかね。ちょっと写実的に描いてみたい人は一度は通ってみてもいいかなと思います。簡易版的に大谷先生の絵を見たかったら保木美術館さんとかに常設があると思いますので、細かく近く寄ってみると顔なんかとか洋服とかもハッチングで描かれていて驚きますよ。でそれの簡易版という感じだと思います。それでも相当時間はかかります。でちょっと全体的に、色も塗り分けていっております。なんか技法で絵が描けるということは僕もあんまないと思っているんですが、そして白色ですね。今回ジェッソを使って、描いていきました。ジェッソを相当水で薄めながら描いていっております。ですね、これテンペラで普通やるんですけども、テンペラの作り方というのも、動画を上げておりますので、もしやられてみたい方はやってみてください。テンペラ絵の具でですね。テンペラはちょっと1日ぐらい乾いてからグレーズという油絵の具でグレーズということをしていくんですが、このアクリル絵の具だったらばすぐにグレーズができるので、この代用品として、いいかなと思います。自分の描き方を見つけていくということがすごく大事なんですね。作家さんになっていった時に。でやっぱ描き方の第一人者の先生ならばこの人やとかっていうふうに言われるようになっていくと、非常にいいんですが、でも例えばボティチェリっていう人の本当に少し後に、出てくる超天才、レオナルド・ダ・ヴィンチですよね。ベロッキオ工房で共に、汗を流した先輩後輩のベロッキオお師匠さんのお弟子さんの2人、後々に、2人の運命は分かれていくわけですよね。でレオナルドなんかは油を中心にグラデーションとかをうまく使って、どちらかというと色彩を豊かに使っていたサンドロ・ボッティチェリに対して写実性を豊かにというか深めていったレオナルドね、ルネサンスの三大巨匠という名前に、残っていったのはダ・ヴィンチだったわけですよね。それもすごい面白いですよね。そしてちょっとずつ明るいところを描いていってますよ。ちょん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 。でこういうのを、例えばこれは言うなればボティチェリ技法とでも言いましょうか。テンペラ技法みたいな感じです。その前に挙げたのはレンブラント風という動画ですね。やっぱり技法の変遷というのがすごく、これドライヤーを使っておりますよ。ドライヤーを左手に。でそういう当時の最先端の画材を使って、テンペラ絵の具というので色鮮やかに、ですね、ギリシャ神話などを描いたボティチェリがフィレンツェでもてはやされて、写実的に描いたレオナルドは居場所をなくして、ミラノの方に行くわけですよね。でも後々にはまたフィレンツェに戻ってきてローマにも行きっていうのがレオナルドの人生だったり、最後はでもフランスは一世ですね。フランスで、最後生涯を閉じていてね、面白いですよね。そういうのっていうのがね、芸術美術っていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。勉強すると面白いですよね。
でちょっとずつこれまた本当に今回ねもう動画にどうあがいてもですね細かすぎてですね映らないですね。だからちょっと完成作品のアップを右上に載せておきます。そうじゃないと何をしてるかよくわからない動画に今回はなってしまいそうで、面白い雑談でもしないとおい40分も前何してるんやと突っ込まれそうですね。私もね大学のこれ2年生ぐらいの時はこの技法をやってたんです。テンペラ絵の具で、白亜磁という下地を使ってやっておりました。もう当時はとにかくですね自分の画風は何かっていうことでいろんな人の模倣というかですねしておりました。そのうちの一つがこのルドルフ・ハウズナーに憧れて、ハッチングで描きまくるというですね。でもやっぱりハウズナーっていう人はやっぱりこう戦後のドイツを代表する絵描きさんでして、あとキーファーっていう人もいますけども、やっぱりその戦後のドイツの歴史みたいなものがすごくこう背中にのしかかっている絵を描いているわけですよ。やっぱり20歳そこそこの若造にはなかなかそういうのは難しいですね。技法だけいくらうまいこと描けるようになってもあんまり中身が伴ってこないというのが実際でした。どこかの動画でも言うたんですけども、その芸大っていう大学はね本当に唯一無二を探せ探せと言われるんですけども無理ですね。私みたいな凡人はですね、本当にこれ本当の話ですけども当時の入学式の祝辞で言われるんです。祝辞で偉い先生から、いっぱいいますよね。学生さんがいっぱいいる中でこの中に一人の天才がいますと入学式でですよ、新1年生に向かって一人の天才をみんなで支えましょうという謎の祝辞が案外何年も言われてるという説がありましたね。私の時もそれ聞きました。私なんか本当にもうどうしようもない人間やったからですね、入学式の話はしたと思いますけども、遅刻をしていってですね、遅刻というか、若干遅れていってですね、同時刻ぐらいに芸大にね着きまして、入学式と同時刻ぐらい、そのちょっと手前でですね、僕は仲のいい三宅源郎君という後々今も生涯の友となっておりますが、絵は過激なので載せておきませんが、調べたい人はネットで三宅源郎って調べてみてください。雑談が始まりましたよ。それで、2人で遅刻をしていったんですね。もちろん私はジーパンで、三宅くんも汚い格好してましたよ。当時本当にもうなんていうんですか、ドカタの方が着るジャンバー、僕らドカジャンって言ってましたけど、それを着て、のこのこと上野を歩いてですね、2人でちょっと遅れそうやななんて言いながらもう完全に遅刻してるんですけど、入学式式場に着いたらですね、これ僕の話じゃないですよ。ちょっと僕の友達にしときましょうね。悪い子が真似しちゃいかんのでですね、これ僕が聞いた話ですね。三宅君とある一人の少年青年がですね、とぼとぼ歩いて行ったら、もう席が埋まってるんですね。ビチーと埋まっとるんですね。お前行ったねなんて言いながらですね、その三宅君とその友人ですね、王君ですね、今九州の方に生息してるらしいですよ。着いたらですね、もう席が全部埋まってて、やった空いてると思って座った席、左側廊下を挟んで、右側と左側に分かれて、廊下というか真ん中に通路があって、左側を見ると全員スーツなんですよ。右側を見ると私たちと同じような民族がいるんですね。汚い格好した民族がいて、で私たちが座った方はみんなスーツ。そうなんですね。その少年王君と三宅君は残念なことに遅刻をして音楽の席に座っていたということですね。本当に全然違いましたもんね。雰囲気がもう全然違って、違うた、でもそこしか席は空いていないということでですね、そんな何の話からそうなったんですか忘れました。で芸大の2回生ぐらいからこの技法をやっておりました。ハッチングしまくってグレーズするという、ちょっとずつこうやってグラデーションがついてきたの分かりますか？やっぱりアクリル絵の具って乾燥が早いからですね、グラデーションとかつけるのが難しいんですね。こういう時は何か乾燥置換剤というんですか、遅く乾くっていう置換剤みたいなのを入れたらいいのかもしれませんけども、そういうのもまだ使ったことないので、いつかそういうのも使ってみようと思います。でちょん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 と書いていきます。僕は入学式それもありましたしね、大学院の入学式の話をしたことありますか？4月何日に大学院の入学式がありました。
で僕はもう入学式、当然ですね、忘れたんですね。入学式があることもですね、もちろん僕じゃないな、これはもう私の友人の王くんの話にしときますね。私じゃないですよ。王くんはですね、喜んでですね、入学式をですね、サボってというか行く必要ないだろうと、同じ大学やしなって思ったらしいですよ、関西人の人はですね。で、のんきにですね、その研究室に行って、もう下地を作っていたそうなんですよ。のんきな学生ですよ。やった、自分の白亜紙を使える。白亜紙からこうなったのか。使えるということで、作れるということでのんきに使っていたら、ちょっと時間が経った頃に教授がですね来てですね、えらいパチッとした格好してましたよ。なんかあったんかな思ったら、教授からギツって言ってですね、はい、お前は入学式はどうしたんだって言われたんですよね。入学式ですか、はいって言ってですね、入学式はどうしたんだって言われた。違う、思い出しました。お前何してるって言われたんですよ。そう、お前何してるっていうのは青木曽じゃないですね、王くんですね。お前は何してる、入学式は出ないのか閉じるっていうことですね。そしたら王くんはですね、何してるって聞かれたからですね、自撮りしてますって言って大きい声で答えて、めっちゃ笑われました。ははははって言われました。そうなんですね。多くは入学式なんかよりも下地を作れるという喜びの方が上回ったという話ですね。そうですね。それで白亜紙を使い出したんですけども、ちょっとなんかこう Facebook のメッセンジャーでなぜ白亜紙なんですかって来てたんで、多分過去に何度も話してますが、もともと僕は大学入る前とかも受験の時とかもこれ背景だけはちょっとマチエルをつけておきました。ボコボコともうキャンバスのブツブツ中目のキャンバスを受験では使うんですが、もうそのブツブツが嫌いだったんですよ。はいと思うかもしれませんけども、もうなんかこう、もうそのブツブツが気になってですね、別に潔癖症じゃないですよ。でもなんかこう自分が書いている行為全部が自分の責任にしたいというかですね、変な変わった人間で、その中でいろんな下地を試してみました。石膏地であるとか、ジェストで何層も塗ってみたり、松田さんが出してるやつかな、キャンゾールというのを何層も塗ってみたりとか、その中でも白亜紙というのが一番こう作りやすくて安価で、だったということです。扱い自体はちょっと難しいですよ。吸収とかがすごい強いので、髪の毛とかもこういうふうに、ヒュー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 と描いていってます。でそれで白亜紙を使ってやりました。でそこからもずっとエマルジョン地という時もたまにありますけども、だいたい白亜紙でやっております。もう慣れてしまってるんで私は何ともないんですが、皆さんは多分こういうハッチングとかで書いてこれだけグラデーションつけるのなんか案外難しいと思いますよ。案外難しいと思います。それができるのがプロの技ということでございますよね。で、自分の方法を探す中で、その私のお師匠さんの佐藤一郎先生のまたドイツに留学していた時代のお師匠さんにあたるのがそのハウズナーという絵描きさんなんです。ルドルフ・ハウズナー、ぜひネットで調べてみてください。ルドルフ・ハウズナーというすごくこうかっこいい作品なんですよね。ちょっとこういうのも掃除してるところも今回は撮っておきました。結構まめに掃除してますよ。潔癖症じゃないですよ。でもそんなに綺麗好きでもない。これはね、ローアンバーみたいな色だったんですけども、ちょっと待ってね。トランスペアレントバーントアンバーってやつかな。ちょっとあんま茶色使いませんでした。で、赤、青、黄色。この赤がね、言いますよ。パーマネントアリザリンクリムソン。青がね、これウルトラマリンちゃうかな。ウルトラマリンですね。黄色が、ちょっと待ってね、パーマネントレモンって書いてあります。ほぼこの3色でした。茶色はあんま使いませんでした。で、この3色で、いけるんやっていうことも分かりましたが、もう一度言うときますね。赤はね、パーマネントアリザリンクリムソン。青はウルトラマリン。黄色はパーマネントレモンって書いてます。そういうのを混ぜ合わせてこういう風なこう茶色っぽい色を今水だけでやってグレーズをしていってますね。グレーズをして肌の色をこういう風に塗っていってます。
昔はなんか絵の具とか肌色とかって書いてあったらしいですけどね、今肌色っていうとね、いろんな人種の人がいますから肌色という表現はしないそうですけども、これは一応日本人のモデルなのでこのぐらいの色かもしれませんね。ジョンブリアンっていう色がありますもんね。なんかそういう色ですよね。で唇もちょっと紅を塗っておこうかなと思いました。要はハッチングを白いのをして、そこにグレーズをして、でこれがまた乾いたらまたハッチングしてまたグレーズして、もうちょっとこうビビッドな赤いところとかはそういう色を塗っておきました。でこういう風に油絵の具でやるんです。これバージョンとしてはルドルフ・ハウズナーとかですね。それを混合技法と言います。テンペラ絵の具と油絵の具を両方併用して、テンペラ絵の具の混合技法という方法です。でちょっと目とかも茶色とかを入れておきました。まあだから本当にそういう技法的なことは本当僕多分やった方の人間だと思います。浪人時代からも含めるとですね、だからある程度いろんなパターンの絵が描けるんですよっていう、まさかイラストみたいなのも描けるとは。あれ実は受験テクニックなんですよ。あれ僕ら受験のテクニックでこことここを押さえて画面を引き締めてちょんちょんちょんと書き込んだらできるっていうのはあれ実は受験のテクニックで、そうなんですよ。今ちょっと悩んでるのがね、どうやったら作家になれるかっていうことを、聞かれてるんですけど、これ難しい。それで洋服も今日も脱線ひどいですね。洋服も中高年っていうと失礼なのかな。やっぱりですね、若い人の方が画廊というのも扱いやすいんですよね。どっちかというと何ていうか上がっていく一歩というかですね、基本的には底辺から始めれるっていうところもありますし、買ってくれる人がやっぱり若い人を応援したいという気持ちもあること。それでマットになりますね。だいぶ乾いたね。そしてジェイソンの白です。ここからまたハッチング時代が始まります。全然動画に見えないぞって怒られそうですけどもね、本当にそんな作業です。で結局はこんな作業の積み重ねができる人っていうのがやっぱりプロになっていくところはあります。もう本当に見えるか見えないか。もちろんそうじゃない仕事、真逆の仕事もあってしかりですよ。ダーンドーンバッっていうので終わらせるというかっこよさもあっていいと思うんですよね。その辺はやっぱり自分のそれぞれの特性、持っているものとかね、自分の得意なこととか好きなこととか、得意なことと好きなことが合致すると一番技法っていうのはマッチングしてきますよね。あとは書きたいこととかっていうのがどういうことなのかによってももちろん技法っていうのを選択していかないといけないと思います。まちまた書いていってます。4、5時間かかりました。これ確か。4、5時間かかっております。珍しく水彩系では長い動画となってます。長い動画というか、時間のかかった動画となっております。ちょっとずつこれね、明るいとこ書いていってます。でもとにかくそうですね、画集とかいっぱい見たっていうのもありますよね。そういうので見てですね、あとはやっぱボティチェリなんて本物とかウィッツとかで見て、よくほんとちょっと遠いんですよね。高い位置に展示されていてなかなか見えないんですけど、やっぱり画集とかで近く寄ってみるとですね、ちまちま書いてあるぞっていう感じが見えてくるんですね。でそうでもないとグラデーションがつけれなかったわけですよね。だからもっともっとテンペラの前のフレスコ画なんていうのも意外とハッチングで書いてあります。でなかなか日本の受験の鉛筆デッサンとかってめっちゃハッチングっていうのをする人がいますけども、僕からするとやっぱり本当のハッチングっていうのはこういうふうに明るいところを書いていくことやと思っています。線をいっぱい描くっていうことが何か正義みたいになってしまうのは良くないんですが、これはもう致し方ないと。もう今から多分半年以上前にテンペラじゃなくてアクリル絵の具で写実的に描く方法ないんですかって聞かれて、で考えてようやく出した結論がこの方法です。でやってみたらテンペラ絵の具の混合技法とすごく似ていましたので、テンペラ絵の具で、やる前にこれアクリルでこういうことやってみられてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。これぐらいの作品が鬼好評で送られてきたらね、楽しいですよね。
これ250円ぐらいの筆ですよ。そんなに高い筆ではない。280円ですね。いつもこれ250円って言ってしまいますね。いつも嘘ばっかりやがってって言うてるでしょうね。280円中面相筆って書いてます。これを使ってますよね。で、ハッチングの線も少しずつ細かくしていきますが、まだそこまで細かい線では描いてません。そして、絵の具も乾いたら少し、なんていうか、下の色が見え隠れするような感じがします。隠蔽力というのはちょっと弱い気はします。ジェッソですね、これはね。ジェッソっていう言葉も、もともとはイタリア語でゲッソといって石膏って意味なんですよね。で、それが多分商品としてジェッソという名前に変わったっていうところがあると思います。そして洋服も少し白色でこう描いていきます。白い色で浮出って白色浮出とも言うんですかね、これはね。白い色を明るいところを描いていくと。やっぱこういう技法は完全に明るいところを描いていくという。初めになんでグレー塗ったんですかって言われるとまた困りますけども、いつもジェッソの白と黒は常に常備してあるからです。はい、他の色のジェッソを持っていないからです。はい、でも十分これで、その当時の緑土に近い下地の色に近かったので十分これで、似たようなことができるかなと思いました。そして完全に乾かしてまた同じ色です。赤です、パーマネントアリザリンクリムソンです。黄色パーマネントレモンです。ウルトラマリンです。もう3色だけにしました。いけるやろうと。最後にちょこっと緑みたいな入れました。背景のとこが少し緑だったのでですね。そしてもう一度紅を引くというね、こうね、ランチタイム後の OL みたいな気分ですか。よくわかりませんが何を言うてはるんですかね、この人はね。で、ちょんとこう、目のところとかも少し赤茶っぽい感じを入れておきました。で、ちょっとずつ弱いお化粧をしていくような感じですかね。色を塗っていくという感じか、お化粧をしていく。僕も毎朝お化粧とかして、ルンルン気分で、職場に行きますので、いつもこんな感じでやってます。嘘です。ね、4月1日に上げた動画、ね、ちょっと怒られました。あんなふざけたことをすんなって怒られました。大体の人気づいたと思うんですけどね、アプリルフォールってね、気づいたと思うんですけど、また怒られたと思ってですね、気分悪いですって言われてね、そんなん言わんでもいいじゃないですかね、気分悪いなでいいと思いませんかね。コメント欄読んだら大体察すると思うんですけどね、そこになんか気分悪いですって言われても困りますね。はい、愚痴はやめます。ネットリテラシーです。そしてまたこうグレーズをしてちょっとずつ色をつけていってるわけですよね。だからアクリル絵の具でも混合技法に近いことはできるんやぞっていうことをお見せしたいなと思いました。で、やっぱアクリル絵の具ってどうしてもマットになるのでですね、その塗った瞬間の色っていう感じではなくて、マットになるので、そこがちょっとこうデメリットというかですね、なんか描いてて難しいとこやったですね。で、肌の色もこうやって塗ると2層目のグレーズが完了したという感じでしょうかね。初めと似たような色ですけども、若干例えば赤みがかった感じにしたかなっていう感じもありますね。グレーズをしました。チュン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 と。で、まあ細かい仕事です。青系も少し目玉の球体の影のところにちょっと塗ってあるんです。ね、塗っていってます。で、ちょっと紫を作ってみて、とかですね、髪の毛の暗い色を置いていくという作業をしていったりとかですね、ずーっと細かい仕事をし続けるというよりは大きく作ってみて、また細かい仕事をして、また色を塗って整えてという感じを繰り返していくと思ったらいいかもしれませんよね。で、これなんか本当にこれアクリルですけども、透明水彩で同じ図柄を描いてみようかなとも思ってたりします。やっぱ描き方が全然違うので、またそういう動画もあってもいいかな。昔作ったんですけどね。またそういうのも1年近く半年ぐらい前かな、作ったんですけども、一回作り直してもええかななんていうふうに思っております。ちまちま描いていってます。芸大で実際はこの技法を2年生の時にやっぱり佐藤一郎先生の時には白亜字使って、実際のモデルさんがいて、やりました。で、そこからちょっとその技法を使って、半年間ぐらいは描き続けました。
っぱ面白くてちまちまするのも好きやったからですね、目の下に少し暗い色を置いときました。そこからまた白っぽいので薄くこう膜をかけるような感じで描いていこうかなと思ってですね。で面白くて、30号ぐらいかなの M サイズぐらいの白亜紙という下地を教わってですね、私はその時確かもうすでにですね先輩からその白亜紙の作り方みたいなのを教わっていたんで、授業とかで1回じゃね覚えれないんですよね。で私はその先輩がちょっと手伝いに来んかって言ってバイト代出せへんけど焼肉おごるからって言ってはい行きますって言って喜んで行ってすっごい手伝ったんですね。で何枚か貼ったんですけどやっぱねそれで作ることで覚えました。ものすごいそれはもう今も感謝してます。私もたまに学生さんにそういうふうにしています。やっぱりですね体で覚えるのが一番ですもんね、こういうのってね。でハッチングをでちょっとずつ色のついた色でハッチングしたり洋服なんかもこのように色をつけて少しビビッドな青い洋服にしていきました。だいぶ肌がね雰囲気出てきたと思いませんか。下地の色も塗り残っているのが若干緑みがかっているというか青みがかっているような感じがあることによって赤さがより強く見えるということが起こってきます。こういうのも一つかなと思いますよ。ちょっとずつちょっとずつちょんちょんちょんちょっとずつもう本当にコツコツカツコツがコツコツどっちだ森脇健児さんが言うてました。コツコツがカツコツ。これはライブ配信で、思わず出てしまった一言ですね。コツ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 ですね。本当にこういっぱい動画作ってきましたがようやくこれをかけることができたというので安堵感でいっぱいであります。だいぶ前に言われたんですね。アクリルでできませんかって言われてですね、多分方法としてはこのハッチングをしていきながらとかグレーズしていきながらっていう方法が一番複雑にもなるし細かい描写もできるので油絵に近い感じで描けるんじゃないかな、人間の肌はですねという感じがします。洋服もこうやって描いていきながらクロスハッチングといってですね、少し、左斜め下がりの線やったら右斜め下がりの線にするクロスをさしていったりとかしていきます。でこう後ろの桜の木ね、桜今どうですか。これが公開されている頃東北地方あたりに桜が咲き出しているでしょうか。北海道の方は咲いているでしょうか。まさか桜の花を描かない桜の絵を描いている次第でございます。ひねくれ者って言われそうですね。言うてるでしょうね。もうどうせねもうひねくれてますからね。これがダメなんです。芸大スピリットですよね。本当に人がやってないことをやりたがるというかですね、今本当に動画を見たらこれ今撮ってるの4月4日5日ですけども皆さんねお上手ですね。桜を描いてみた桜僕が悪いんでしょうね。そういうの1個見てしまったらもうドワーッとくるんですね。 Google の桜攻撃にあってますよ。ぐわーっときますね。そして大きなハケというかパレットを掃除をしまして、完全に絵の具が乾くのを待ってる間はパレットの掃除ですね。そりゃそうですよね。やっぱねこいつは桜を描くのが好きなんだろうっていうことで、わーっと構成かかりますよね。皆さんも私の動画を見つけたのは何だったんですかね。いつか教えてください。これ見てたら次のおすすめでこれが出て多分お金とかでしょね。お金の話とかねプロになるための作家になるためにちょっと調べたらうわー出てきたからこの動画撮ってる途中ずっと流して見てたんですよ。聞いてたって感じですけどすごいな今の時代と思いましたもんね。私なんか画廊さんが本当いろいろやってくださっておんぶに抱っこ状態なんで皆さん自己プロデュースをというこれはなかなかいいのか悪いのか分かりませんがそれは画廊さんの方に手数料とか入っていくんですけども僕はすごいそれは助かったし個展会場またそれいつか話しますねちょっと動画にまとめれるだけの脳みそには今なっていないんですがちまちま書いてねちょっと経つとその下の色と馴染んでいきます。薄めに溶いてこれはいつも使っているナムラの面相筆山切りカットバージョンでございます。この切り方教えてくれって言われたりします。もう一回切ってみたらいいと思いますよ。どっかの動画では言うてるんですけど、切ってみて失敗したらいいんですよ。頭でちょっと考えてみたらどうやっ
たら細い線が引けるかな。これもちろん自分で考えたんですけどもね。ただ毛が2本3本だけの筆やったら描きにくい。下の方にたまりを作ったらそこに絵の具がたまるからっていうことで山切りカットにしたっていう、もう自分でもちろん考えてるんですよ。やっぱね、そういうことを考えていくのも脳活でございますからね。どうやったら便利になるかな、早くなるかなと。で、本当に書き方のね、こういうのはダメとか、ああいうのはダメとかっていうことは僕は言いませんのでね。この上に油絵の具で描いていっても、紙やけどいけるんちゃうかなと思いますよ。サイズ的にも小さいんでですね。で、油絵の上にアクリル絵の具とか水彩だけはちょっと控えた方がいいと思います。乾くスピードが違うのでですね。それぐらいかなと思います。あと何でもやってええんちゃうかなと僕なんか思ってますよ。で、ちょっとずつ。で、今はこれね、ちょっと白じゃなくて色のついたもので最終的なハッチングをして微調整をしていっている段階です。ようやく終わってきた。ちょっとだけ今日は東京芸大の話をしました。大学院の卒業式も行ってません。ひどいですね。学部の卒業式は行きました。なぜなら私は総代という係で表彰状みたいなのをもらいに行きました。そして、首席だったんですが、東京芸大の自画像が永久買い取りになるんですね。5000円だったと思いますよ。1人5000円。で、首席がその5000円を60人分、一括でもらって、お前が全部配っとけと言われました。はいとか言いながらですね。卒業式の日に大体集まったんで、その時5000円ずつ配っていったんですけども、友人から言われまして、ちょっとこの5000円どうって言って、謝恩会というもののまでに時間がちょっとありましたので、上野の町へ5000円を持って繰り出しました。僕多分その時が最初で最後かもしれません。パチンコに行きました。5000円が約15分でなくなりました。お疲れ様でございました。それ以来パチンコは行っていないです。多分あれが人生で最初で最後だったと思いますね。私の周りにはそういうギャンブラー的な仲間がたくさんおりました。パチンコで生計を若干立てているやつもいまして、もうやめたらっちゅうことで、大学院の1年生か2年生の時確かそいつはやめました。山村龍太郎竹持くんと言います。私の動画でどこかに出てきます。絵を買うならばっていう動画に出てくるはずです。今も仲良しでございます。やつは一時パチプロでした。面白いですよね。同級生ではね、なかなかもう3年生以降はあんまり学校来る必要ないんですね。年に2回3回の公表会ぐらいしかないので、もうほとんど学校来ない子たちがいっぱいでした。今は違うと思います。今の芸大生はすごくすこぶる真面目ですね。私と全く違います。私は実は毎日行ってましたよ。高校の出席日数より多分大学の出席日数のが上です。ただ残念なことに授業に出れるというかですね、お腹が途中で痛くなることが多くてですね、学校には毎日行っておりました。本当にこんなお腹が痛いとね、なかなか大変。これ私の話じゃないですよ。私の友人の多くの話ですね。そして今すいません、グロスポリマーメディウムと赤と青、さっきの同じ赤と青と水を足してグレーズをします。そうするとツヤが戻ってくるんですね。そうすると塗った色というのがこの段階ではちょっと乳白色なんですけどね、塗った状態の色に近いような感じで戻ってきます。グロスポリマーメディウム、ジェルメディウムが硬いバージョン、柔らかいバージョンがグロスポリマーメディウムで、紫色を塗っていってる感じですね。薄くね。で、やっぱムラっぽくちょっとなってしまうので、なるべく何度かやって、平滑にしておいて、もうあとはほったらかし、ちょっとムラっぽくなるんですよ、どうしてもですね。そして掃除をちゃんとこの間にしておいて、これで本当に重層構造がだいぶできてきたの分かりますか？それで人の肌というのは非常に複雑になりました。ドライヤーで乾かしていって、最後は黄色とジェストの白とちょこっと赤、要は紫の反対色の黄色っぽい感じをハッチングでちょん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 と描いていって、完成に向かっていきました。今日はハウズナーとルネッサンス、サンドロ・ボッティチェリの話を中心に、おい雑談多すぎるだろうと言われそうですが、最後こうやってちもちも、これ見えないでしょ。拡大して、撮ろうかと思ったんですが、もう今日はもう今回ちょっと
面白いこと考えてるんで申し訳ないです。拡大では撮ってません。ちま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 書いています。ちま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 。右上の写真を見てください。この辺りをちまちま書いているんですよということでございます。ちま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 書いていっています。まあもちろん背景とかまでもう少しいつも本番っていうかですね、書いたりするんですけども、まあこれは一応作画動画ということで、後ろの方は今回はもうこれぐらいにしておこうと思いました。最後はマスキングテープを取って、完成に向かっていった次第でございます。本日は以上です。チャンネル登録とかよろしくお願いします。半数以上の人がチャンネル登録をしていません。まあしてもうてもしなくてもどっちでもいいっちゃいいんですけどね、やっぱ嬉しいもんですよ。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったですかね。しっかり書いてるでしょ。まあ時間もかかりました。4、5時間かかってると思います。まだ動画をつなげていないんですけども。まあやっぱりわからないですけどね、簡単に、あといろいろあるのあれですね。あと絵描きになるための方法みたいなのを教えてほしいっていうことを言われたんで、それもまたちょっと研究中なんですけど、もうこの動画を公開する前にもうすでに公開するかもしれませんが、すごいですね皆さんね。もうびっくりしました。私なんかはどちらかというとおんぶに抱っこ型のスタイルでやっておりまして、いろんなことを仲介業の画商さん画廊さんがやってくださるという本当に恵まれた環境で育ってきて、本当にぬくぬくとやってきたものでございますから、まあそういうことも含めて多分まあそういう部分のことの動画って見ててあんまなかったんで、どちらかちょっと自己プロデュースで SNS を活用しながらブログをどうこうとか、わあそんなこと皆さんされてすごいなと思いましたんで、まあ私なりにやってきた道の方法でしかないですけど、まあそういうことも少し、作れたらなと思います。またよろしくお願いします。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやっているよ。